今から2500年前、中国に一人の思想家がいた。彼はこう書いた。人の最善の生き方は水のようだと。水は争わない。低い場所へ流れる。なのに最も固い岩をうがつ。現代の私たちは逆を信じている。もっと努力すれば結果は出る。もっと頑張れば人生は動くと。だが頑張るほど何かが空回りしていないだろうか。やればやるほどなぜ消耗していくのか。今日は老子という思想家の教えに入る。流れに逆らわずに生きるという思想を紐解いていく。頑張っているのに報われないと感じている人には発見があるはずだ。動画の最後には力の入れ方そのものを問い直す視点がきっと得られる。私たちが頑張るとき、その方向は3つに分かれる。1つ、自分への頑張り。もっと努力しなきゃ、もっと成長しなきゃという止まらない自己改善の声。世界保健機関は2019年、植え付き症候群を慢性的な職場ストレスから生じる症候群として国際疾病分類に正式に位置づけた。枯渇感、仕事への冷笑、能率の低下。現代の労働環境が人間の限界を超えていることの一つの証左だ。2つ、人間関係への頑張り。相手を分かりたい、分かってほしい、変わってほしいという思いが関係を硬直させていく。相手を変えようとする力が抵抗と摩擦を生む。あなたが努力するほど距離が開いていく。3つ、未来への頑張り。正しい選択をしなきゃ失敗してはいけないというコントロールの不安。心理学者バリー・シュワルツは2004年の著作で選択肢過多のパラドックスを示した。選べる量が増えるほど人は決められなくなる。決められないまま消耗していく。3つすべてに共通する構造がある。自分の力で状況を、未来を、他者をコントロールしようとする摩擦だ。この摩擦の正体に2500年前、一人の思想家が気づいていた。その人物が老子だ。彼が生きたのは紀元前6世紀の春秋戦国時代。封建制度は崩壊し、鉄器が普及し、戦乱が止まらなかった。諸侯は争い、人々は疲弊していた。多くの思想家が答えを示した。儒家は礼と秩序を立てよと説いた。法家は強い方で社会を縛れと説いた。牧歌はすべての人を等しく愛せと説いた。すべて足し算の処方箋だった。この時老子だけが逆を示した。学問は日々知識を増やす。だが他をに従う者は日々何かを減らしていく。彼の哲学は引き算だった。彼の道徳経の第45章にはこうある。真に大いなる完成は欠けているように見える。だがその働きは尽きない。しかし頑張らないのが正解と言われてもそれは諦めろと聞こえる。ここに最大の誤解がある。無為とは何もしないことではない。これは日本語圏で広く定着してしまった誤解だ。そして老子の言う無為は英語ではしばしば努力を要しない行為と訳される。あるいは自然の理に反する行為をしないこと。つまりなすことなしではなく余計なことをなすことなし。カナダの哲学者エドワード・スリンガーランドは無為を完全に開かれた変化への対応と解釈した。変化を遮断するのではなく変化に逆らう力を抜く。これが老子の言う無為だ。道徳経の第37章にはこうある。他をは何もしない。だがなされないことは一つもない。ではなぜ何もしないことで全てがなされるのか。
老子はこの逆説を5つの概念で組み立てた。1つ目、タオ。老子が世界の根底に置いた概念だ。タオは神でも法則でもルールでもない。それは宇宙そのものを動かしている根源的な働き。万物を生み出し、流れさせ、また帰らせる絶え間ないエネルギーの流れだ。私たちが生きる現実はこのタオの表面に過ぎない。朝、太陽が昇る。種から芽が伸びる。川は海へ向かう。誰が命じたわけでもない。すべてはただそうなる。これがタオの働きだ。そして老子は道徳経の第一章でこう書いた。言葉にできるタオは本当のタオではない。名付けられる名は本当の名ではない。定義された瞬間、タオはタオでなくなる。言葉で切り取ったタオはもう動いていない。名付けた瞬間、流れは止まる。私たちは世界を理解しようとして全てに名前をつける。だが名前をつけた途端、世界は概念に縮む。老子は人間の知性そのものに根源的な批判を投げかけた。タオは掴むものではない。従うものだ。二つ目、上善水のごとし。最高の善は水のようなもの。道徳経の第8章はこう始まる。水は万物を利して争わない。人々が嫌う低い場所にとどまる。だからこそタオに近いと。なぜ老子は最高の生き方の比喩に水を選んだのか。それは水が最も弱く最も強いものだからだ。水には4つの性質がある。一つ、不相。水は誰とも争わない。岩があれば迂回する。壁があれば迂回する。それでも進み続ける。争わないが止まらない。二つ、堅下。水は必ず低きへ流れる。人間が嫌う低い場所。誰も行きたがらない地形の底。そこへ自ら向かう。だからこそ全てを集める。三つ、柔弱。水は柔らかく形を持たない。コップに入れればコップの形になる。川を流れれば川の形になる。固定された姿を持たない。だからこそどんな状況にも適応できる。4つ、柔弱は剛強に勝つ。最も柔らかい水が最も硬い岩をうがつ。一滴では何も起こらない。だが流れ続けることで岩は形を変える。時間と継続だけが本物の強さだと老子は言う。この水のように生きるとは4つを同時に体現することだ。争わず、低きにいて、形を持たず、それでも続ける。これが無為自然の最も美しい現れだ。3つ目、範は道の動きなり。道徳経の第40章。わずか21字で老子の哲学の核心が書かれている。この万物は極点に達すると反対方向へ戻る。そして弱さこそがタオの働きそのものだと。これは比喩ではない論理だ。すべての物事には極まる地点がある。そして極まったものは必ず反転に向かう。陽が極まれば陰へ向かう。満ちた月は必ず欠けていく。世界の頂点に立った帝国は必ず衰退に向かう。強くなりすぎたものは折れていく。固く張り詰めたものは折れる。柔らかく流れるものは続いていく。これが自然の法則だ。水が岩をうがつのは岩より弱いからではない。岩が拒んでも
水は形を変えて続けるからだ。岩は一つの形に固執する。水は形を持たない。そして長い時間が経った時、勝つのは形を持たない方だ。弱さは敗北ではない。弱さは反転を含み、継続を含み、最後に勝つ。これが老子の発見だ。4つ目、道をなすは日に損す。道徳経の第48章で老子はこう書いた。学問は日々知識を増やす。だが他をに従う者は日々何かを減らす。減らして減らして無為に至る。私たちは生まれてからずっと足し算をしてきた。学校で知識を増やし、社会で経験を増やし、仕事でスキルを増やす。これは価値あることだ。だが老子はこう問う。あなたが本当に欲しい人生は足し算でたどり着けるものかと。さまざまな知識は増やせる。だが知恵は増やせない。情報は集められる。だが洞察は集められない。知恵と洞察はむしろ何かを減らした時に生まれる。固定観念を捨てる。まず不要な思い込みを手放す。誰かに教えられた正解を疑う。減らせば減らすほど本質が姿を現す。これはまさに引き算の哲学だ。現代人は足すことしか知らない。だが老子は減らすことを生き方の核心に置いた。何を減らすか。これが無為に至る唯一の問いだ。5つ目、これらすべてが指す一つの状態がある。20世紀の心理学者ミハイチクセントミハイは最高のパフォーマンスを発揮する人々を観察し、ある状態に名前をつけた。フロー。例えばこんな状態だ。熟練した職人が無心で道具を動かしているとき、本のページに没頭して気づけば3時間経っているとき、スポーツ選手が試合中考えるよりも先に体が動いているとき、山登りで足の置き場と呼吸だけに世界が縮んでいるとき、プログラミングや絵を描いている最中、自分が消えているとき、これらに共通するのは何か。努力しているという感覚がない。時間が消える。自己意識が消える。対象と自分との境界が消える。ただ行為そのものが行為している。これがフローだ。そして人間が最高のパフォーマンスを発揮するのはまさにこの時だ。この状態は老子の無為と構造的に重なる。力を入れていない。なのに最も力強い。意識的に頑張っていない。なのに最も結果が出る。2500年前の哲学が記述した境地を20世紀の心理学が別の言葉で再発見した。神経科学もこの方向を裏付け始めた。デフォルトモードネットワーク。意識的な努力を緩めた時に活性化する脳のネットワーク。複数の研究でこのネットワークが創造的なアイデアの生成に重要な役割を果たすことが示されている。2500年前の哲学が現代の脳科学で実証されつつある。老子は答えをずっと先回りして書いていた。しかしここまではまだ知識の話。これを今日の私たちの日常にどう生かすことができるのか。日常で流れに従うとはどういうことか。3つのシーンで考えてみる。1つ、仕事のシーン。プロジェクトが煮詰まり答えが出ない。考え続けても出口が見えない。それでも椅子に座り続け画面を睨み続ける。この時、もっと頑張るはおそらく間違いだ。神経科学は一つの事実を示している。複雑な問題のブレイクスルーは
意識を離した瞬間に訪れることが多い。散歩中、シャワー中、ぼんやりと窓の外を見ているとき、デフォルトモードネットワークが背後でバラバラに置かれた情報を結びつけている。これが意味するところはこうだ。自分が煮詰まったとき、最も生産的な行動は机に向かい続けることではない。一度立ち上がること、散歩に出ること、別のことに注意を移すこと、シャワーを浴びる、料理をする、空を見る。意識的な努力を緩めること。すると5分後か1時間後か翌朝にか、答えの方から訪れてくる。老子の言葉で言えばこれは無為だ。何もしないのではない。余計な努力を抜く。頭の別の働きに仕事を委ねる。離れることは怠惰ではない。脳の別の働きを起動する戦略だ。これを知っているかどうかで仕事の質が変わる。2つ、人間関係のシーン。相手が変わらない。分かってくれない。変えようと説得し、議論し、要求する。だが変わるどころか関係はどんどん固くなっていく。これは職場の上司や同僚との関係でも、家族や友人との関係でも起こる。老子ならこう問うただろう。あなたは今水のように動いているか、それとも岩のように力で押しているかと。相手を変えようとする作為は抵抗を生む。押せば押すほど相手は閉じる。自分の正論を重ねるほど相手は離れる。これは人間関係に流れる見えない力学だ。ではどうすればいいのか。老子は3つのことを示している。1つ、争わない。意見が違っても勝とうとしない。自分の正しさを示すことを目的にしない。自分の正論で押し切ったとき、関係はすでに失われている。2つ、低きにとどまる。自分の主張を上から押し付けない。相手の話をまず聞く。相手の見ている景色に降りていく。理解されてから人は変わり始める。3つ、形を変える。自分のやり方に固執しない。今日の対話がうまくいかなかったら明日は別の形で。論理が通じない人には感情で、言葉が届かない人には行動で、水のように形を変えながら関わり続ける。これは諦めではない。最も柔らかいものが最も強いものに勝つという老子の中核命題の実相だ。相手を力で変えることはできない。だがこちらが流れを変えれば関係は必ず動き出す。3つ、人生の選択のシーン。転職するかとどまるか、独立するか組織に残るか、引っ越すか居続けるか。正解がわからない。失敗が怖い。だから動けない。心理学者バリー・シュワルツはこう示した。最大化を目指す人は満足できる選択を見つけた人より不幸になりやすいと。最高を求めるほど選んだ後の後悔が大きくなる。あっちを選んでいたらもっと良かったかもしれない。この問いを抱え続ける限り何を選んでも満たされない。老子は第33章でこう書いた。まず、足を知る者は富む。自分が今十分であることを知る者が本当の富者だと。これは現状に妥協しろという意味ではない。最大化ではなく満足化を選べということだ。そしてもう一つの視点がある。スティーブ・ジョブズは2005年のスタンフォード大学卒業式でこう語った。点と点は未来に向かってはつなげない。振り返って初めてつながっている。だから流れを信じろと。ジョブズは大学を中退してたまたまカリグラフィーの授業に出ていた。それは
何の役にも立たない無目的な選択だった。10年後、マックの美しい書体はその授業が源だった。これは老子の言葉の現代訳のように響く。未来の正解を今決めなくていい。今自然に向かっている方向に力を注げば点は後からつながる。選択に迷ったらこう問い直してほしい。これは最高の選択かではない。これは自分が今自然に向かっている方向かと。最高を探すのをやめた瞬間、選択は軽くなる。3つのシーンに共通する構造がある。何を足すかではない。どう従うかだ。今日から一つの問いを持ち歩いてほしい。この行動は自分の本質から湧いたものか、それとも外からの圧で生まれたものか。自然から湧いたものは続く。外圧から生まれたものは空回りする。では冒頭の問いに戻ろう。なぜ頑張るほど空回りするのか。答えは力の方向にある。私たちは流れに逆らって自分を消耗させている。老子は第78章でこう書いた。天下に水より重弱なものはない。だが強大なものを責めるのに水に勝るものもない。水は最も弱い。だが最も強い。流れに逆らわないとは諦めることではない。自分が今本当に流れている方向を見抜き、そこに全力を注ぐことだ。もっと力を入れよではない。流れを見よ。そしてその流れに全てを託せ。今あなたは流れに従っているだろうか、それとも逆らっているだろうか。インテリジェンスキュレーターは膨大な情報の宇宙から真に価値ある知識を選びお届けします。教養は知性を磨き人生を自由にする。チャンネル登録はこちら。